皆さんこんにちは。Over40s ギターです。Hey everyone, this is Over40s Guitar。ですね、今回のテーマはですね、サウンドポートです。サウンドポートって聞いたことあります？ギターって穴開いてるじゃないですか。これサウンドホールですけど、これじゃなくって、横のこの辺とか、あとクラシックギターだと、なんかもうちょっとこの辺かな。この辺にちっちゃい穴開いてるの見たことないですかね。あれサウンドポートっていうらしいんですけど、いわゆるこのサウンドホールはギターのメインの音を前面に出すための役割があるんですけど、サウンドポートってこの穴を加えることによって、特にこっち側から前面から出る音にはあまり影響はないんですけど、ここに穴をつけることによって弾いてる人がここから出てる音に近い音をモニタリングするために開ける穴らしいんですよ。要はこのちっちゃな穴から弾いてる人の耳に直接今こんな音が出てるんだなっていうのが飛び込んでくるらしいんですよね。だからレコーディングとか、あとはライブとかで聞いてる人は、前で聞いてる人は特にそれは全然変化はほとんど感じられないらしいんですけど、弾いてる人にとっては絶大な効果があるらしくて、今ギターからこういう音が出てるんだなっていうのがここに穴を開けることで分かるらしいんですよ。っていうのをいくつか記事を読んだことがあって、すごい前から気になってたんですよね。で、いつかやってみようと思ってたんですけど、ついにちょっとやってみることにしまして、実験台として使うのは、これ以前の動画でもですね、このネックの形を1944年だったかなのトリプル O の形に削ってしまおうという実験をやったギターで、やってすごく良かったなと思ってるんですけど、実はこのギターは僕が、今まで作った中では、一番言っちゃなんですが、一番どうなってもいいかなっていうギターでして、今回もこのギターを使ってサウンドポートを開けた時に実際弾いてみて、本当に時間が得られるのかなどうかなっていうことを検証してみたいと思います。で、どうやって穴を開けようかなと思ったんですけど、ここら辺なんですよね。なんか2、3センチぐらいの穴がいいらしいんですけど、楕円の2、3センチぐらいの穴が。ヤスリとかでガリガリやってもいいんですけど、僕の場合はですね、レーザー彫刻機がありまして、これでそもそももともとレーザー彫刻マシンではないんですけど、このロボットアームはそもそもが一応何でも 3D プリンターにもなるし、レーザー彫刻もできるっていうものなんですけど、こいつがあるんで、これを使って、横に穴を開けられないかなと。そもそもここについてるレーザーがこれ 2.5mW しかないんで、そんなに強力ではないんですよね。このギターのサイドは多分 2mm から 2.5mm ぐらいの厚さなんですけど、それが簡単に焼き切れるぐらいの強さはないんですけど、何回も何回も同じところぐる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 やってれば、そのうち焼き切れるんじゃないかなと思いまして、ちょっと実験してみたいと思います。とりあえずこんな感じでセットアップできました。それではまずは、レーザーの出力を弱めて、位置決めというか、これで位置が合ってるかどうかをちょっとやってみたいと思います。さて、じゃあちょっとレーザーをオンにしてみます。だいたい合ってそうですね。じゃあちょっとこれで、出力を弱めてやってみましょう。なんとなく良さそうな感じには見えるので、もうこれでやっちゃおうかな。なんかもう跡ついてますね、これね。さあ、それではやっていこうと思います。一応今回の設定はですね、1回楕円を描くたんびに 0.25mm ピントを下に下げて、レーザーのフォーカスを下に下げて、10回繰り返す。要するに10回 ×0.25 だから 2.5mm。ちゃんとできてれば、2.5mm の板が切り抜けるはずなんですけど、さすがに 2.5mW のレーザーだとそこまではちょっと難しいかもしれないんで、これを何度かやらないといけないかもしれません。とりあえず、10回終わったんですけど、全然まだまだ空いてないと思うので、もう1回いきます。
20回目終わりましたけど、まだダメなんで、もう一回いきます。ついにですね、一部貫通し始めましたね。今ちょうど長辺、長いところが貫通してるみたいですね。サウンドホールが光ってます。さすがにこのレーザー反対側を焼き切ることはないと思うんですけどね。ピントがあまりにも違いすぎるんで。とりあえず、30回目が終わったんですけど、もう一声なので、もう一回いきます。40回目。さすがにもうそろそろ落ちるんじゃないかと思うんですけどね。なんかとりあえず40回終わったんですけど、これもう絶対貫通してますよね、これね。ちょっと押してみようかな。ちょっとこのサウンドホールからですね、この棒を入れて中から押し上げてみようと思います。できるかな。お、開いた。完全にこれもう開いてましたね、これね。おー、見事。見事ですね。バッチリ開きましたよ。こんな感じにですね、開きましたよ。サウンドポート。結構いい感じじゃないですか。こんな感じですね。おー、なかなか思った通りの場所に開いてくれました。問題はあとは期待していた通りにこの穴から自分に向けて、弾いてる人に向けて音が出てくるかどうかですよね。でその前に、切れてしまったピースをちょっと取り出そう出てきました。これあれですね、なんかこう周りをちょっと削ってあげて、ちょっとレーザーで焦げてるんで、焦げてる部分はヤスリで削ってあげて、コルクかなんかを貼ってあげれば、もしかしたら2つ作れるかもしれないですね。これね、ここもちょっと焦げてるんで、こんな感じでちょっと焦げてますよね。これを焦げをちょっと取ってあげて、で蓋が作れるかもしれない。こう取り外しできるみたいな。これいいですね。ちょっと作ってみようかな。おー、素晴らしい素晴らしい。もう中見えるんですよ、これ。まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど。さあ、それではですね、このサウンドポート開けたばっかりのこの OM サイズのギターですね。これを早速弾いてみて、サウンドポートの効果がちゃんと出てるのかどうかを確かめてみたいと思います。何弾こうかな。いや、今ちょっと間違えたんですけど、いや、もうなんかすでに実感できたかも。うわ、これちょっとすごいわ。何これ。全然違うんだけど。ですね。これちょっと想像以上ですね。ちょっとびっくりしました。これはね、いや、ほんとすごいわ。これどう例えたらいいかな。いや、これ絶対ちょっと失敗したな。これ絶対ビフォーアフターするべきだった。とは言っても、この違いをマイクで拾いきれるかどうかですよね。いや、口で説明するのは難しいんですけど、なんつったらいいかな。こう、ギター弾いてる時って弾いてる人には、この正面からの音って聞こえないんで、ちょっと、どっちかというとちょっと曇った感じの音に聞こえるじゃないですか。弾いてる人には。で、それが、なんつうかな、サラウンド、3D サラウンド的な、なんかこう空間の中で音が広がっていく感じ、なんかパーって広がっていく感じ、すごい部屋がいきなりバーって広くなったような、なんかそんな感じですよね。これマイクで拾えんのかな。今この喋り用のクリップマイクしかつけてないんで、いやでもむしろこのマイクでもしかしたら拾えてるかもしれないですね。こっからの音がここのマイクでちょっとわかんないですけど、いやこれはすごいな。ちょっと想像以上ですね。他ちょっとなんかいやこれはすごいですね。ちょっとこれちょっともう手持ちのギター全部サウンドポート僕は開けちゃいますね。すごい効果だわこれ。これを感じ取れない人もいる
っていうのがよくわからないな。明らかに感じますよねこれね。これどういうこと？なるほど。確かにこうギターをちょっとこう倒し気味に構えて弾くとあんまり効果は感じられないんですけど、こう立ててこの穴が直接自分の顔に向くようにして弾くとすごい違う。全然違う。低音？低音だけじゃないですね。高音もなんかこうすごく広がりを感じますね。高音も低音もちゃんとなんかこう広がって聞こえますね。これはすごいな。ちょっと、どっちかというとちょっと騙されたつもりでやってみた感じだったんですけど、これは本当にすごいわ。もしかすると、いやわかんないんですけど、今回これ適当にですね、穴の大きさは30何ミリだっけこれ。32ミリ、楕円なんですけど、長い方が32ミリで短い方が24ミリ、だから3対4、4対3か。の比率の楕円を開けたんですけど、もしかしたらたまたまこいつが合ってたのかもしれないし、ちょっとわかんないですけどね。他のギターにもちょっと穴開けてみるんで、後でというか、今日はやんないですけど、後日やってみますんで、それの比較もしてみようかな。いやー、びっくりだわ。これは本当開けてよかったかもしれない。こんなちっちゃなね、こんな穴なんですけど、全然効果絶大ですよ。いやー、本当びっくりしたわ、これは。そんなわけでですね、もし改造してもいいギターをお持ちの人は別にレーザーじゃなくても開けられると思うんですよ。これ他の人がどうやって開けてるかっていうと、ここを周りをテープでこう保護して、で裏もなんか当てて、もちろんちょっと弦は外さないといけないですけどね、弦を外して裏もテープかなんかで当てて、表もこう保護して、でドリルをですね、ちっちゃいドリルでこうダーッとある程度粗くここを穴開けしてからヤスリでこう削ってらっしゃる感じですよね、皆さんね。僕の場合はもうレーザーで焼き切っちゃったんで、もう何もする必要もないぐらい綺麗に開いてますけど、これいやー、やってよかった。これ本当にこれね、おすすめですわ。おすすめですとか言いつつ責任は全然持てませんけど、効果ないじゃんとか言われても困っちゃうんですけど、もしかしたらたまたまねこのギターに合ってたのかもしれないですね、この穴と位置と。ちなみに穴の大きさなんですけど、だいたい2センチから3センチぐらいの穴がいいだろうという書き込みをネットでたくさん見ました。でも4センチぐらい5センチぐらいでも大丈夫っていう人もいましたけど、あんまり大きくしすぎると逆にちょっとこっち側からの音に影響が出ちゃうんで、そこまで大きくしない方がいいと思います。で楕円の方がなんかいいみたいですね、どうもね、まん丸よりも。で形にはあんまり関係がないって言ってる人もいて、僕も実際この楕円じゃなくて、それこそもうにゃんこの足跡にでもしようかなと最初思ったんですけど、一応最初のやつなんで、楕円にしてみようかなと思ってこれにしたわけです。あとはですね、アコギの場合はこう構えるんで、ここに穴が開いていた方が、自分の耳に直接こう入り込んでくる感じなんですけど、クラシックギターの場合は縦に構えるじゃないですか。だからむしろネック寄りのこの辺とかに開けた方がいいんじゃないかと思います。その辺もクラシックギターもちょっと開けてみるんで、後日またちょっとレポートするかもしれませんけど。というわけで、おそらくですね、数ヶ月以内に僕の手持ちのアコギは全てここに横に穴が、サウンドポートが開くことになるでしょう。これはでも絶対に開けます。そっか、いいこと思いつきました。ビフォーアフターやればよかったなと思ったんですけど、これただ塞げばいいだけですね。これね、よくよく考えたらちょっとやってみます。今のがこれ開いてる状態。塞ぐとマイクで拾えてるかな、これ。ちょっともう一回やってみますね。まずは開いてる方。次塞ぎます。これほんとね、マイクで拾えてるかどうかちょっと分かんないんですけど、分かりやすく言うとモノラルとステレオの差とか、あとはサラウンドかサラウンドじゃないか、それぐらいの差を感じますね。ほんと広がりがある。
手で塞ぐぐらいじゃもしかしたら分かんないかもしれない。もっと硬いもんで塞がないとダメかもしれないですね。まあちょっと後で動画編集してみて、どうせだったらもうちょっとまともなマイクでちゃんと比較してみたいんで、後日やってみようかな。ちょっと面白そうですよね。本当にその違いが人間の耳が感じてるようにマイクでも拾えるのかどうか。もしかしたらマイク2つぐらい使うと、こっちとこっちとか、なんか2方向ぐらいからマイクで拾ってみると、違いがわかるかもしれないですね。まあでも本当人間の耳には明らかですね。なんかこう、スピーカーの片方しか音が聞こえてなくって、それが突然こう開けた瞬間に、両方から聞こえたみたいな、そんな感じに僕には聞こえます。正直言って。まあもちろんちょっと大げさに言ってますけど、でもそういうイメージですね。はっきり言って。はい。それではですね、今回のサウンドポート改造編の動画はこれぐらいにしたいと思います。楽しんでいただけましたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。それでは。